状態でこうやってやったりしてます。まあちょっとね、動画なんで丁寧そうな人間を演じていこうかなということで、これどこで止めるのが正解が全然わかんないんだけど、ちょっとこっちがやばい、ここに時間をかけてる暇はないというのに、まあ自分のやってんのは、まあいわゆるメンズメイクでめっちゃお手頃時短なやつなので、まあせめてね、時間はかからないようなメイクに仕上げて、ちょっとね、質の部分で文句を言わせないようにしていきたいと思います。ということで、まず最初はこれアンダビーの、UV プライマースカイグローの青色ですね。なんか紫とあともう一色ぐらいあるはず、ピンクとかが青色です。一番透明感が出るらしいんですけど、自分はちょっと茶色いので多少の透明感を出していこうってことで、まあだいたい1プッシュと 1.5 プッシュぐらい出します。これはまあさっき言った通りちょっと白い透明感と、あとはまあ多少の日焼け止め要素ってことで、これはほっぺとあとおでこと鼻とこの顎のところ、あとはこの首のところやんないとね、自分とか白浮きしちゃうので、こんな感じでとりあえず指で広げていきます。そう、あんまりこう女の子みたいに肌がもともと白くないし綺麗でもないので、ちょっと自分はこういう下地系をやりすぎてしまうと、ちょっと足んない時はね、こういう感じで下地系をやりすぎてしまうと、なんか顔だけ白い人が出来上がっちゃうので、迷惑だな普通に上の方で止めるのか。じゃあので、まあ、そんなに濃くなりすぎないようにっていうのを意識してますね。はい、まんべんなく仕上げていきましょう。あ、おでこ絶対少なかった。あとは顎とかもねやって、で最後この首のところを伸ばしていきます。目標はまあ15分くらいなんですけど、今日はね基本的にこう喋りながらやっていくので20分か25分くらいはかかっちゃうかもな。普段はマジ急いだら10分で終わります。まあ多少かっこよくなると思います。で次が最近使ってるのがこのジュディドールのメリハリパレットハッシュタグ 05N エアリーカバートーンカッコベースカラーということで、これがハイライトとシェーディングがこう混じってるようなやつですね。ちょっと鏡ついててむずいんですけど、色は4色、ハイライト、コンシーラー、シェーディング、これもまあピンクっぽいコンシーラーで、これは自分はクマが気になる、青クマが気になるので、このオレンジっぽいコンシーラー、ここをこうやって指に取って、この目の下のところポンポンしていきます。絶対指じゃない方がいいんですけど、ちょっと自分は諸事情によってね洗面台が使えないので、諸事情ってのは妹が大体洗面台使ってるので、自分は部屋でやるので筆なんてないので指でやってます。まあ筆使えても使わないと思うけどめんどくさくて、この目の下のここのところをこう三角形の形でこうやってポン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 としていきます。まあちょっとね今日寝不足なんで文句まどうにもなんなさそうではあるんですけど、
乱暴すぎて。これがルナのコンシーラーですね。 LANA。 このコンシーラーはめちゃくちゃ伸びがいいので、こうスポットカバーというかね、自分だったらこことこことここみたいな、そういう感じで使う人はちょっと出しすぎないように注意してください。あと視聴者の人がめっちゃこぼれるって言ってたので、キャップちゃんと閉めましょう。でめちゃくちゃ伸びが良いので、こいつは腕、この親指の付け根のところにピンってまあ 1.5 ちょんぐらいしてあげて、これをこっちの手で取って塗っていくという感じですね。でこいつも相も変わらずこのクマを隠していくのに使います。で引いて伸ばすというよりかはこうポンポン伸ばすイメージでやってあげると、結構頑固なねクマさんも目立ちづらくなると思います。ただちょっと自分のは結構レベチタイプなので、完全になくすことはできないんですけど、ちょっと多少気になんなくなるかなみたいな。実際会った時にクマってそんな気にならないじゃないですか。写真だとすごいけど。だから会った時に人によく見られるように、はい、こんな感じで上塗りしていきます。こっち側もちょんってして、なんかつくな、
りすぎると時間かかっちゃうから、どうせ可愛いと思って生きていきましょう。ちょっと女の子っぽいよね。こうやってするとちょっとクマがねあれなんですけど、ほらで、これ壊れてるんですよ。抜けるキャップ取ろうとしたら。でこっちが筆タイプでちょっとピンクっぽくて、これも馴染みやすい。黒すぎると自分クマが4個くらいあるみたいになっちゃうので、これちょっと色ついてるやつで、さっき塗ったところのこの下のところをこうなぞってあげると良いと思います。ちょっと遠すぎる。こんな感じ。影をつけてあげるってことですね。さっき塗ったところの下をなぞってあげる。でこれは逆にケツまで引きすぎる。ケツ作っちゃった。お尻のところまで引きすぎると重たくなっちゃうので、ナチュラルなメイクしたい人はこう中心部分だけやってあげるとすごくいい感じになります。イエイってことで、ちょっとね目がきらびやかになったんじゃないんでしょうか。であとはこれ両方シェーディング系のやつなんですけど、正面から見た時にここをギュッとしたいので、この顎のここのところにこのアイム耳のマルチスティックのシェーディングの1個バージョンのやつ、これをやってきます。ただこれは旅行先に持ってった時に車に置いてったら太陽で溶けてこんなぐちゃぐちゃになっちゃってます。本当はもっと綺麗です。これをこことこっちも、はいやってあげてどうですか。ちょっと前と見比べると顔がこう見えるでしょ。ただこのままだと横向いた時にバレバレなので、これは手のひら全体を使ってこうなんとなく首側と顎の下側とでちょっと上側というのを意識してなじませてあげましょう。でここが結構残りがちで、自分もなんか黒くねって言われたりすることあるから、結構入念めにこうゴリゴリ伸ばしてあげましょう。どうでしょう。ちょっと見えない、こっち側が黒くていいと思います。でですね、さっきコンシーラーとか下地とかを塗って、今顔がこう結構表面のっぺりな状態なので、顔をクキッとさせるのにここにシェーディングをやってあげると、男子は男っぽい、なんていうの、こう立体的な顔面になると思います。なのでここにね、これもアイム耳のやつなんですけど、こういう感じ引いてあげて、これも指で伸ばしてあげましょう。こういう感じ。だいぶ大雑把なんですけど、なんとなく印象がこう引き締まった顔の感じになるんですよ。なのでこうのっぺりした感じがちょっとマシになるかなと思います。はい。でもう結構終盤まで来てますよ。でちょっとタイミングぐちゃぐちゃなんですけど、最後に全体をちょっとパウダーでテカリを押さえたいくて、だからその時までにこのアイブロウ、なんていうの、こういうのケイトのアイブロウカラー Z ダークグレージュなんですけど、これが結構このパウダーについちゃったりしがちなので、先に眉毛に塗って乾燥させておくためにこれを先にやります。これは眉毛別に黒でいいんですけど、黒髪だからこれをやると顔の透明感が出て、逆にメイ
チャームポイントはほくろだと思ってる節もあるので、ちょっとその可愛いほくろたちを強調していきます。でポイントは塗るっていうよりかはこうなんかちょん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 してあげるとこうつくんですよ。ちょん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 、ちょっと待って、調節してからちょんちょんちょんってやると、ちょっとでかいですけど、やりすぎないぐらいにみんなも挑戦してみてね。めっちゃ顔の透明感が上がります。今日透明感って言葉使いすぎて詐欺師みたいになってんだ。自分の顔はほくろが一直線に並んでるんですよ。これをちょっと強調してあげたくて、あとはここにちっちゃいほくろがあって見えるかな。テンション高い人とかはここをちょっと強調させてあげたりします。でわりかし簡単に落ちるんで、ミスったら指でこすってあげてください。はい、どう印象変わったかな自分的にはこれがいつもなんか完成したって気持ちになってすごい好きなんですけど、でここまで来たら全体をこのバイユアでやってるよねのセラフィットモイストフェイスパウダー01クリアってことで、フェイスパウダーを全体的に、でも男子なんでやりすぎるとめっちゃ白くなっちゃうんで、白くなっても構わないところ、例えば首とかは白浮きしたくないから顔がね、首はいっぱいやって、あと見えづらいおでこやって、でこの顔周りは押さえるだけって感じですね、残ったパウダーで。こんな感じで、なんかこれ面白い仕組みで、なんか網がついてて、なんかあんまよく使いこなせてないんですけど、これ取ってあげて、首はまずいっぱいやって OK なので、首にやってあげたその残りでこう鼻のね周りを押さえたり、顔のねここら辺とかもで、ほくろ変えた部分とかはパウダーやんないとかきほくろすぎたりするので、一応パウダーやってあげると自然な感じが演出できます。はい、でも首は結構やればやるだけいいと思ってるので、この首のところはできるだけ白くしておきましょう。あとはおでこね、おでこ、よいしょ。よいしょ。 OK、 これで肌にやんのは完成ですね。最後唇で、唇はですね、とりあえず最近若干乾燥するので、このニベアのリップをとりあえず塗ります。これはまあ好きな保湿リップをやってあげるといいと思います。でその後にこれがリップモンスターの03番の妖艶かげろう、わかんない、みたいな、火に炎で、毎回これ読み方忘れちゃう。これを塗ってあげるんですけど、全体に色つけると色いっぱい、男子にしては色いっぱいになっちゃうので、自然な唇にしたい人のメンズのとこおすすめは、この唇のこの尖ってるところの上と下にだけつけてあげるとちょうど良い色付きになります。ぜひね、彼氏とかがいる方は彼氏におすすめ教えてあげてみてください。ここね、こことあとここ、
接やるんですけど、指とかにこうやって取ってあげて、ちょっと汚いね、ほんと笑ったりして使ってください。やってあげるとそう、結構普段はね急いでやってるの。はい、ということで顔面のメイクはこんな感じでした。ちょっともう髪がねあれなんで、ちょっと最後にね髪セットもしようと思うんですが、一旦髪なしでの完成品はこんな感じになっております。どうでしょう、最初と印象変わりましたかね。結構自分的には結構ツルとしないとでは結構違うなって思うんですけど、じゃあせっかくなんでね髪のセットもしてきます。してくるよ。はい、ということで髪の毛もセットしてきました。こんな感じですどうですか。髪の毛セットするとそこそこまとまってる感じにならないですかね。なんかずっとヘアピンで留めてたせいでちょっと髪が上がりきらなくって、本当はもっとこうカバッとした髪型にしたかったんですけど、上がりきんなさそうだったので、今日はちょっとフェミニンっぽい感じというかね、ちょっと前髪もありつつみたいな、そんな髪のセットにしてみました。そうこうどうかな、かっこよくなりましたか。自分の今日の見た目に点数をつけるんだったら100点ですねはい、毎日100点あげてます。こんな感じです。髪のセットとかはさすがに需要なさそうなんですけど、いつか需要がありそうだったら髪のセットもみんなに教えます。みんなもねいつか男子みたいな髪型したくなったりね、男の子で聞いてくれてる方もいると思うので襟足がねちょっと伸びてきてていらっしゃるんですよ、ここにそんな感じのメイク動画でした。さっき確認したら録画時間長すぎて大笑いしちゃいましたよ。いいよね。ということでまた別の動画で会いましょう。